はい、皆さんこんにちは。月とスパイスの達也です。今日はキーマカレーの方を作っていきたいと思います。キーマカレーは、ドライタイプとウエットタイプと、いろんな種類のキーマカレーがあるんですけども、今日は、その中間ぐらいの、水分量が真ん中ぐらいのですね、キーマカレーの方を作っていきますので、あとはご自身のお好みで、水分量は調整してもらえればいいかと思います。じゃあ今日使う食材やスパイスはこちらの方になってます。詳しい分量の方は概要欄の方に載せておくので後で見てみてください。はい、じゃあ玉ねぎの方をまず切っていきたいと思います。玉ねぎは粗みじんにしていきます。しっかりと炒めてコクを出したいので、いつもだいたい玉ねぎの分量って1個ぐらいなんですけど、1個半ちょっと多めに使って野菜のコクをしっかり出したいと思います。はい、じゃあ続いてトマトの方を切っていきたいと思います。トマトはフレッシュトマトでも缶のトマトでもどちらかお好きな方を使ってください。じゃあニンニクと生姜も切っていきます。ニンニクちょっとパンチを出したいので今日は3つ使います。こちらもだいたいざっくり粗みじんで OK です。はい、生姜も切っていきます。はい、じゃあこれから炒めていきたいと思います。じゃあまず油大さじ3ぐらいで、今日使うスパイスなんですけど、クローブ、八角、ブラックペッパーのホールですね、あと鷹の爪、ベイリーフ、月桂樹、ロリエですねと、あとクミンシードの方を使っていきます。なければ使わなくて大丈夫なので、クミンシードだけあればこちらだけでも全然 OK です。あとはあるスパイスを、使ってみてください。先にですね、ブラックペッパーホールとクローブとスターニス、八角の方入れます。これは比較的粒が大きいスパイスなので、油に香りが移るまでにちょっと時間がかかるので、先に強火で香りを出してあげます。はい、じゃあスパイスがはじけて少し香りが出てきたら、ここにですね、鷹の爪とベイリーフでクミンシードを入れてあげます。でクミンシードがすぐきつね色になったらですね、ここにニンニクと生姜入れていきます。ニンニクと生姜の香りが立ってきたら玉ねぎ入れてあげましょう。クミンシードは最初に強火で炒めてしまうとすぐに焦げてしまうので、ちょっと他のスパイスとは時間差で入れてあげます。じゃあ玉ねぎを炒めるタイミングで塩の分量半分を入れます。キーマカレーを作る時のコツは、他のチキンカレーとかの時よりもしっかりと玉ねぎをもうちょっと黒くなるぐらいまで炒めてあげた方が野菜のうまみが凝縮するので美味しいキーマカレーに出来上がります。で途中焦げそうになったら差し水してあげてください。この玉ねぎをどこまで炒めるかで、あっさりしたカレーになるかコクのあるカレーになるかが決まってきます。しっかり飴色に炒まらないっていう声が結構あるんですけど、差し水をちょこちょこしてあげるとこの焦げがですね全体に馴染んで綺麗なきつね色になっていくので、うまくきつね色にならないよっていう人は差し水をこまめにしてあげてみてください。はい、ちょっと一旦火を止めました。だいたい玉ねぎですね、これぐらい飴色よりもかなり濃く、色づくまで炒めました。こうするとしっかり玉ねぎの水分が飛んで味が凝縮してくると思います。ではここで次にトマトを入れます。でまたトマトを潰しながら炒めていきましょう。はい、こんな感じでですね、トマトを潰しながらですね、玉ねぎとしっかりなじませていきます。はい、こんな感じでトマトの水分もしっかり出て玉ねぎとなじみました。
トマトの水分もしっかり出してあげることでまた味凝縮されるので、しっかりとドロッとなるまで炒めてみてください。じゃあ一旦火を止めまして、スパイスの方を入れていきたいと思います。コリアンダー、クミン、ターメリック、チリペッパー、ブラックペッパー、以上になります。スパイスを入れたらもう弱火でスパイスが焦げないように30秒から1分ぐらい香りが出るまで炒めてみてください。じゃあ一旦火を止めます。はい、こんな感じでスパイスを入れてよくなじみました。はい、じゃあここに、豚のひき肉入れていきます。で残りの塩ですね。残りの塩入れてあげて、で今日は水を 200cc 入れます。でひき肉を軽く潰しながら全体なじませていきましょう。じゃあ沸いてきたら蓋をして弱火で10分から15分ほど煮込みます。はい、僕が世界一周をしたことがあるんですけど、その時の旅のテーマが食で、インドに行った時も、いろんななんていうんですかね、家庭料理だったりとか、現地の食べ物っていうものを食べ歩きました。でその時にすごく面白かったのが、北と南で全然食文化が違くて、北っていうのは、結構山間地域なので寒い場所が多くて、あと家畜をよく飼ってますね。なので、北の方で食べられるカレーっていうのは、バターだったりミルクだったり、家畜の、あれですね、乳を使ったカレーで、乾いた乾燥した地域なのでお米よりも小麦が取れるんですね。なので、小麦を使ったナンっていうものが主食になるっていうのが北インドカレーの特徴です。で逆に南は、温暖な地域で、海に面しているのでまず魚が取れますね。で赤道が近いので、暑い地域でココナッツミルクだったりが豊富に取れます。で、南の方はご飯がよく取れるので、主食がご飯で、暑い地域なので体の熱を取るために、酸っぱかったり辛いものっていうものをよく食べるっていうもので、北と南で全然この食べるものが違うっていうのが、北と南の食文化の違いですね。ひき肉が全部固まってしまう前に少しほぐしてあげましょう。はい、じゃあ15分経ったのがこんな感じになってます。これでキーマカレーの完成です。